じゃ、浮きみどを魅力じゃ。浮きだよ、浮きだよ、さきです。式の浮きと先も一緒なのでよろしくな。浮きだよ、さきですわ。今回は久々のパッチネタじゃ。セガが世に送り出した名作シューティングの一つ、ファンタジーゾーンのファミコン版をよりアーケード版に近づけるといいパッチなのじゃよ。パッチの制作は以前に紹介したファミコン版グラディウスの AC 化パッチを作成したガシオン様じゃ。ただ最初にお伝えしておくが、グラディウスなどと比較するとそれほど大きな変化はないので、あまり過度に期待しないように願いたい。それでも当時の制作者の方々の工夫と苦労、そしてパッチ制作者の方の愛を感じるわしの好きなパッチなのじゃよ。話は変わるが、ポリメガはわざわざ同じファンタジーゾーンでもファミコン版、PC エンジン版、セガサターン版でサムネイルもわざわざ別に用意していて、ゲームに対する愛を感じるな。ファンタジーゾーンはセガが1986年3月にリリースしたアーケード用シューティングゲームじゃ。当時最新のシステム16基板で制作されたパステルカラーでポップなキャラとグラフィック、お金で装備を買ってパワーアップするというアイディア、見た目の可愛らしさと違って骨太な難易度が特徴じゃ。当時はハードの性能もあり、グラディウスのような宇宙など薄暗い感じのグラフィックのゲームが多かった時代じゃが、明るいサンバ調の音楽と相まってゲームセンターの雰囲気を変えるのに貢献した作品と言っても過言ではない。家庭用ゲーム機にも移植されており、特にこのファミコン版は自社の貴重なオリジナルタイトルを同じ家庭用ゲーム機業界のライバルに許諾してしまうといい、セガらしいおおらかさが発揮されたことでも有名じゃ。他で例えると、ゼルダの伝説がプレイステーションで発売されるような感じじゃな。それ以外にも、セガマック3版ファンタジーゾーンの移植を手掛けたセガの開発メンバーが悔しがったといいくらいの移植度の高さで、移植を担当した三電子の評価が一気に高まったことでも知られているのじゃ。それでは今回もポリメガのパッチ機能を使用する。 USB や SD メモリなどの外部ストレージにパッチデータを保存し、ゲームの起動メニューを開く。あとは一番下のパッチ選択を選び、保存したパッチを選択してセットしてから起動するだけじゃ。今回はパッチを適用していないファミコン版、そして初のアーケード版オリジナルの家庭用完全移植を実現したセガサターン版を比較として用意させていただいた。見ての通り、タイトル画面に変化はない。それでは百聞は一見にしかずということで、早速プレイスタートじゃ。なんとラウンド1の背景の色合いが大きく変更され、かなりオリジナルに近いものになっているのじゃ。ショップ画面は同じじゃな。グラフィックには手を加えておらず、色合いのみの変更じゃが、元のファミコン版と比較するとオリジナルに近づいていることがよくわかると思う。ファミコンはもともと同時発色数がパレットの組み合わせで最大25色なのじゃが、そのパレットごとの色を変更することでこのグラフィックを実現したのじゃよ。
当時の開発スタッフの再現度が低いということではなく、ファミコンとしての見やすさや発色の良さを考えてこの色合いにしたと思うのじゃ。ラウンド1のボス、スタンパロンは同じじゃな。ボスを倒すと大量のコインになり、これを集めるわけじゃが、可愛い見た目なのにお金を拾い集める浅ましさ全開というギャットがまたいいのじゃよ。しかし、改めて見ると、背景こそなしになってしまうものの、しっかりボスを再現していて素晴らしいな。大きさとか、アーケード版と変わらないのじゃよ。続いてはラウンド2じゃ。ラウンド2は、火の惑星タバスコードじゃな。この絶妙なネーミングも素晴らしい。そして、このステージもパレット変更によりオリジナルに近い色合いに変更されている。空や惑星の色まで変更されているのが細かいのじゃ。ただ、ファミコン版も鮮やかで見栄えがする配色で良いな。ラウンド2のボスはオランダじゃな。スプライトのちらつきこそあるが、マーク3版と違い、内側と外側の両方の花びらが動いているのがすごい。花びらの大きさもちょっと小さいが、見事に再現しているのじゃよ。ちなみに、ラウンドクリアの条件である全線基地の破壊じゃが、アーケード版は10個の基地があるのに対して、ファミコン版は8個しかないのじゃ。なので、どうしても時間差が生じてしまうのじゃよ。容量的な制限もあるかもしれないが、当時ファミコンのメインユーザーだった子供向けということを考えてのアレンジでもあったと思うんじゃよね。ラウンド3は砂の惑星ラギューンじゃ。このステージはかなりファミコン版は雰囲気が違うのがよくわかるな。バッチ適用版も違うといえば違うのじゃが、岩肌や空の色を同系統にしてできるだけオリジナルに近づけている。色合いが違うだけでもまるで別のステージのように感じられるのじゃ。ゲーム的にはこの辺りから雑魚キャラから発射される弾がきつくなってくる頃じゃな。見た目は可愛いのじゃが、きっちり狙ってくるんじゃよね。例によってスーパープレイでも攻略プレイでもないので、まあゆるりとお付き合いいただければ上々じゃ。がっつりオート連射も使っているのでらしからずなのじゃ。ラウンド3のボスはコバビーチじゃな。ボスの中では攻撃も直線的なレーザーのみで比較的安定して楽に倒せるボスじゃ。ヘビーボムがあると一発なんじゃよね。こいつもレーザーの長さこそ短いもののオリジナルを見事に再現していて素晴らしい。ラウンド4の小惑星ドリミッカからは特に変更はない。ファミコン版もバッチ適用版もここからは同じじゃ。ただ、せっかくなので最後までプレイしていくのじゃよ。このステージは全線基地が全て地上なのでレーザーが有効なのじゃが、オリジナルに比べてファミコン版は攻撃力が高めに設定されているのがポイントじゃ。おかげであっという間にボス戦なのじゃよ。ボスのクラブンダーはマーク3版では再現できなかったので、
ファミコンで再現できているのは当時驚かされたのじゃ。そして画面が狭いのと撃弾の速度がオリジナルより速いので、正直言ってオリジナルより難しいと思うんじゃよ。発射タイミングがバラバラで、それでいて確実にこちらを狙って撃ってくるのが恐ろしい。改めて比べてみると、やはりオリジナルの方が動きが滑らかじゃな。関節の数もファミコン版より多いのじゃ。とはいえ、ファミコンのスプライト性能でよくこれだけ再現したものじゃな。ラウンド5は氷の惑星ポーラリアじゃな。この辺りからは敵弾が容赦なく確実に時期を狙ってくるので注意じゃな。32,768色中、同時発色数2048色というオリジナルのシステム16に対して、わずか25色で本作のカラフルなグラフィックを再現するため、本作ではギリギリのところまでパレットを調整している。それがよくわかるのが画面下部のステータス画面の文字色じゃ。気づいている方もいると思うが、ステージやボス戦ごとに全て異なっている。文字色の統一は捨ててでもゲーム中のグラフィック再現を優先しようという開発スタッフの思いっきりの良さが素晴らしいのじゃ。確かにゲームをプレイしている最中ははっきり言って気にならないんじゃよね。こういう限られた性能、リソースの中で何を残して何を捨てるのかという開発者の選択と工夫がこの時代のゲームの醍醐味だとわしは思うのじゃよ。ラウンド6は雲の惑星モクスター。このネーミングも絶妙じゃな。当時セガのスタッフも驚いたと言われるこのファミコン版のファンタジーゾーンじゃが、プログラムを担当したのは野村正人氏。ファミコンタイトルのパーツと言われるラフワールド、バトルフォーミュラのプログラマーといえばその凄さは伝わると思う。こちらもまたハードの限界に迫る領移色として知られるファミコン版のアフターバーナー2のプログラマーである竹内昭俊も参加している。このメンバーが開発を担当したと言われると納得のクオリティなのじゃよ。ボスのウィンクローも MK3 版では再現できなかったボスじゃな。オリジナルに比べると雲の渦の数が6本から3本に減ってしまっているが、その分スピードが速くなっているのじゃ。さて、次はラウンド7じゃな。水の惑星ポカリアスじゃが、このステージのグラフィックは本当に素晴らしい。オリジナルそのままではないのに、
っかりテイストは残しつつオリジナルに匹敵する美しさだと思うのじゃよ。ファミコン版はサウンドの再現度の高さでも知られている。サウンドを担当したのは諸田直久氏。超時空戦記メタファイト、アフターバーナーズ、ラフワールド、ミスターギミックなど数々のファミコンの名作を手掛け、その後はコナミに移り、実況パワフルプロ野球シリーズのサウンドプログラマーや、任天堂64のドラキュラ目視録のプログラマーを担当している。この時代の三電子の技術力の高さが認められたのか、後にメガドライブでファンタジーゾーンのオリジナル続編とも言えるスーパーファンタジーゾーンが三電子から発売されるというのがまた熱い展開なのじゃ。まあ本作を手掛けた方々とはまた別の開発メンバーによる制作じゃが、セガ制作ではないのにファンタジーゾーンらしさをしっかり感じる良作じゃ。そんなわけでいつの間にか最終ラウンドじゃ。アイテムは無難にセブンウェイショットとヘビーボムを変えるだけ買い込んでシンプルにクリアを狙う。あまり面白みのないプレイでも申し訳ない。ラウンド8は悪霊の凝縮した星サルファでのボスラッシュじゃ。このボスラッシュというのも本作が初というわけではないが、ファンタジーゾーンをきっかけに多くのゲームに取り入れられるようになった要素じゃな。先ほど話したステータス欄の文字色が場面ごとに異なっているというのは、このボスラッシュを見てもらえるとよりわかりやすいのじゃ。少ない同時発色数でオリジナルをできるだけ再現するためにギリギリまでパレットをやりくりしている開発者の方々の苦労が伝わってくるのじゃよ。ちなみにこのステージでは基本的に磁気の向きが固定されず、進行方向に対してショットが発射されるようになる。そのため右向き固定で後退しながら攻撃ができたボス戦が結構難しくなってしまうのじゃ。こういうところもしっかりファミコン版は再現しているのが細かいのじゃよ。ラウンド5のボスポッポーズもそのいい例じゃな。弾よけのため後ろに下がるとショットも後ろ向きになってしまう。最初のボス戦の時は右向き固定だったので後ろに下がりながら攻撃ができたのじゃよ。本作の主人公であるオパオパは子供でも描けるシンプルなデザインで、一時期はセガ提供のアニメ「赤い講談ジリオン」にもマスコットキャラとして登場している。セガの看板キャラの一つとしてバックマンに匹敵するくらいのポテンシャルを秘めていると思うのじゃが、新作の話もなく懐かしのキャラにとどまっているのがもったいないのじゃ。セガには他にも魅力的な IP がたくさんあるのに、あまり長期的に活かせていないのは残念でもありつつ、セガらしくもあるな。さて、そろそろラスボスじゃな。ラスボスは主人公であるオパオパと同じ姿、つまり行方不明だったオパオパの父親が相手じゃ。と言っても本体は動かず、根の虫を放って攻撃してくる。この虫に寄生されて操られていると思われていたが、どうやらセガの中の人によると、操っていたのはあくまでオパオパの父親の意志らしい。
人を操って今回の事件を起こしていたのはオパオパの父親であり、なぜそんなことをしたのか、そして涙の意味は。エンディングで表示される、この勝利は支払った代償に見合う価値があったのかのメッセージは、お金で武器を買うシステム自体を皮肉るように、複雑な思いをプレイヤーに突きつけてくる。パステルカラーでポップな見た目に容赦のない難易度と重めのエンディングというギャップが、本作が未だに多くのファンに愛される魅力なのかもしれないな。大きな変化があるわけではないが、それだけにファミコン版の移植の素晴らしさもよくわかるパッチだと思うのじゃ。というわけで、今回はここまでじゃ。では、次回もよろしくな。よろしくですわ。よろしくね。チャンネル登録や高評価もよろしくですわ。ところでチャンネル登録とか高評価するとどうなるの？さあ、でもきっと良いことがありますわ。いい加減だな。ま、よろしくね。